こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。2021年のエイクまで発表になったホンダのコンセプトモデル、ザ・ホーネットについて、新しい情報が発信されてたぜ。ついに来ましたか。ホンダの UK サイトにカミング S ってことで、ホーネットについてのニュースレター登録画面がありまして、ここに登録しておけば、ホーネットに関するニュースをいち早くゲットできるってわけだ。日本在住の生粋の日本人体系の主ですけど、登録していいの？体系は関係ない。登録は名前とメールアドレスがあれば OK だ。で、早速登録したってわけね。それじゃ、ホンダ機体の新型、ザ・ホーネットの続報をチェックしていきますか。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。さあ、今回の流れはこんな感じだぜ。ザ・ホーネット続報です。さて、どんな情報なのかワクワクです。じゃ、はじめ、か。ザ・ホーネット続報。伝説の復活。まずは、ホンダ UK にて公開されたサイトを見てくれ。これは、2021年のエイクまで公開されたコンセプト車両の画像ですね。だな。以上。ひょっとして今回はこれで終わり？今回は新型ホーネットに関する新しい画像はなかった。なんだ、がっかり。心の声がだだ漏れてるが、新型情報って、こうして小出しされる情報をリアルタイムに追っかけて、ああだこうだ言うのが楽しいんじゃないか。ま、確かに。出てきた情報をいじって楽しむのがこのチャンネルのコンセプト、ですからね。楽しみ方は人それぞれだ。で、肝心のサイトの内容だが、ホーネットの歴史を写真とイラストで紹介しているぜ。そもそもホーネットって、どんなバイクだっけ？じゃ、簡単に。ホーネットは1996年に登場した、4気筒エンジンを積んだネイキッドだ。高回転エンジンにアップマフラー、リアタイヤに極太タイヤを装着した、少年の心をわしづかみするデザインのバイクだ。この姿を知ってバイクに興味を持ち、こちら側に来た人も多い。主もそうだよね。ぶっといリアタイヤのホーネットと、ギョロ目で2本出しマフラーのヤマハ R1 は、ずっと思い出の中で輝いてるぜ。中型免許を取った時、VTR かホーネットでかなり悩みましたよね。そうだな。ホーネットは見た目はかっこいいけど、車体価格が高めだったから諦めた。それじゃ、ウェブサイトの中身をチェックしていくぜ。新型ホーネットはミドルクラス。で、この画像のホーネットですが、マフラー部分がパンチングメッシュになってますね。ホーネットにこんなのありましたっけ？これはホーネット600だな。思い出のホーネットは250だからな。知らないのも仕方ない。ヒストリーオブザホーネットで掲載されてるバイクは全部ホーネット600で、1998、2003、2007、2011と4種類のホーネット600を並べてる。600がずらりと並んでるってことは、ホーネットもこの辺りの排気量ってことなのですか？と、思うだろ？でも、スクロールするとアップマフラーで2本出しのホーネット900の写真が出てくる。あら。さらにスクロールすると、イラストだがホーネット250も登場だ。あ、ホーネットの歴史だから、その通りですね。で、ここではホーネットはどの排気量でも、オリジナルなデザインと書かれてる。そうですね。どの排気量でも前傾した燃料タンクとグイッと持ち上がったテールにアップマフラー。太いリアタイヤは元祖ストファイって感じですね。それに、ホーネットのイメージ画像には、上から見下ろした画像も用意されてる。これ、まさにスタイルがスズメバチですね。ボン、キュ、ボー。死後ですよそれ。魅力的なサウンド。お次はサウンドだ。250のホーネットは、12000rpm ぐらいからの排気音がたまらなく好きでした。新型の排気音どんなのかな？残念ながらこのウェブサイトでは聞けないが、ホンダ UK が本道系バイク S のアカウントで Twitter 動画をいくつか投稿してて、その中で聞くことができるぜ。どんな投稿なの？最初の投稿は、各年代のホーネットロゴをまとめたものだ。効果音とともに、歴代ホーネットロゴがモーフィングするやつですね。で、11秒あたりから軽やかにシフトアップしてく排気音が聞けるぜ。もちろん、ホーネットのエンジンサウンドですよね。シフトチェンジが素早くて超気持ちいいです。で、お次の投稿はこれ。まさにホーネット。こうして見ると、スズメバチってかっこいいです。自然の生き物の形状には必ず意味があるから、無駄のない機能的なデザインは、問答無用でクールだな。あ、動画にはハッシュタグがついてますね。フォローザバズってどういう意味かな？このつぶやきをフォローしてねってことだろ？あ、それじゃバズって単語は、ブーンって羽の音を表してるから、ホーネットにぴったりなタグになってますね。羽の音といえば、90年代の 250cc4 気筒エンジンは、サウンドが特徴的でしたね。ホンダのホーネット、川崎のバリオス、スズキのバンディット、ヤマハのジール、とかな。高回転時の高周波的排気音は、脳天が痺れるサウンドでした。現行車種なら、文句なしに川崎の ZX25R だな。自分で乗るより、後ろから排気音を聞いている方が楽しいわら。
で、名車復刻シリーズとして考えたら、このクラスでもホンダが一番乗り。でも他社は追随しない、と。この流れだと、復刻シリーズはホンダの持ちネタになりそうだな。次世代ホーネット。そして最後は、新型ホーネットのデザイン性能についてだ。ホーネットは加速フィーリングが良く、サウンド、デザイン度もに迫力があるバイクだ。新型は今までのホーネットに敬意を表すバイクになる、とあるな。でもその特徴って、現行の CB シリーズと被りませんか？今の CB はネオクラ路線だし、ストファイ路線のホーネットがラインナップ化されても住み分けできると思うぜ。川崎の Z シリーズと ZRS シリーズみたいに？そうそう。では、復刻シリーズの一発屋じゃなくて、息の長いシリーズになることを期待しちゃいますね。それはどうかな？なんで？今のホンダの新型ラインナップから察すると、エンジンの排気量違いの縦展開じゃなくて、一つの排気量エンジンを他モデルに横展開するパターンが多い。なので、ホーネットを排気量違いでシリーズ展開する可能性は低いんじゃないか？横展開というと、アフリカツインのパラツインエンジンを使った NT1100、フォーク11みたいに？勝手予想だけどな。レベルはシリーズ化されてるから、可能性ゼロではないが。で、ホーネットに採用されるのは、アフリカツインのリッターエンジンではなく、ミドルクラスのパラツインらしい。現行車種の並列2気筒エンジンといえば、CBR400R 系と NC750 系ですね。このエンジンを有用？いや、噂ではそのどちらでもない新型エンジンで登場するらしい。じゃ、この新型エンジンで展開されるミドルクラス復刻シリーズを妄想するわけですね。もちろんだ。そうだな。ホーネットを皮切りに、インテグラとか、トランザルプとか、NM4 とか、完全に趣味チョイス。今のホンダのラインナップには、ミドルクラスにクルーザータイプはないからな。本当に発売されたら予想が当たったって鼻ターカダッカーになるんですよね。もちろんだ、当たり前だ。趣味の世界なんだし、楽しんだもの勝ちだぜ。と、妄想 100% でお送りしたネタを振りまいたところで、今回のお話は以上になります。それではお次は青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。名古屋モーターサイクルショー、4月9日に行ってまいりました。会場ではたくさんお声掛けいただき、ありがとうございました。たくさんって、何人に声かけられたの？なんと、10人もの方にお声掛けいただきました。声かけられたって言っても、合同オフ会の看板の前に立って、自分から突撃してましたよね。はい、突撃は得意なんです。こんな機会めったにありませんから、とても楽しめました。では、改めて、会場で声をかけていただいた方、いつもチャンネルを見ていただいている方、これからも青月電子台を末永くよろしくお願いします。では、今回はこの辺で。それでは、See you!